皆さんこんにちは、小千田です。久しぶりの小話でございますね。久しぶりって自分のせいなんだろうって感じなんですけど、私ね、バイク乗るんですよ。モーターバイクですね。私は 250cc ぐらいのバイクでね、ちょっと山登ってできるようなバイクなんですけども、2、3年前ぐらいに買って、それでね、近場にね、乗ったりとかして楽しんでるっていう、まあそんなヘビーライダーではないんですけども、ちょこちょこ乗るような感じ。で、今年の夏はね、本当はね、いろんなとこ行きたいななんて思ってたんですけども、忙しさもあり、あんまり行くことができなかったと。あとね、一つ、実はね、今年起きた問題。5分、10分バイク乗るぐらいだったら問題ないんですけども、それが20分超えて30分、40分とかってなってくると、なんかね、頭痛いんですよ。頭痛がするんですよね。バイクブーンって乗ったら、頭痛いなと思って。で、これなんだろうと思って、まあ、最初ね、体調悪いのかななんて思いましたけど、バイク乗ってる時しか起きないんですよ。で、私ね、バイク病とかあんのかなとかって思って考えたんですよね。しばらく考えたらね、原因分かったんですよ。恥ずかしいんですけど、肥満です。小千田式日本語教室でございます。お久しぶりの日本語教室。いやー、久しぶりすぎてね、なんとも言えないと思うんですけども、ぼちぼちやっていきます。頑張りましょう。検定試験も終わりまして、検定試験終わったからね、ちょっと勉強はね、もういいよって思ってる方もいらっしゃるとは思うんですけども、来年ですね、またね、新しい試験とかも関わりが出てきます。そして試験云々ではなくて、普遍的に日本語教師として必要な知識っていうのをですね、またこの小千田式日本語教室でお届けしていこうというふうに思うんですけども、お久しぶりの方、本当当たり前お久しぶりです。初めてご覧になる方ね、初めましてね。私がサボってたなんて知らないでしょ、ね、知らないで知ってるかね。サボらずね、頑張っていきましょう、皆さんね。目を合わせられない。サボらずなんて。ちょっと本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、副文の話をですね、していこうと思います。実はですね、前回、話が止まってるというか、本当この1年ぐらい前なんですけど、この1個前の授業動画で何してたかっていうと、副文の話だったんですね。で、副文の話の中でも、副文の従属説の従属度っていうのを前回の動画では扱っていました。それの続きをですね、ぼちぼちやっていこうというふうに思います。まずちょっと復習なんですけども、従属説っていうのがあります。で、従属説っていうのがありまして、あとそれ以外何があるかっていうと、主説っていうものがあるんですね。従属説、主説っていうものがあると。それなんだとね、復習も兼ねてお話していこうと思うんですけども、文っていうのをですね、2つつなげると、この従属説、主説っていうのが見えてくると。例えば文があります。例えばこういう文があったとしましょう。雨が降ったという文ですね。雨が降った丸。これで一文なんですね。で、地面が濡れているという文があったとします。これも、ここまでで丸が来て、これで一文。地面が濡れているだけで一文だよというふうに、文法の世界、言語の世界で考えていく。言語の世界のみならずね、文って言われたらこういうものだというふうに捉えます。で、これをですね、実は私たちくっつけて、今、2つの文がある状態なんですけども、1つの文にすることができます。例えばここですね。ここに、丸を消して、間に、からって入れてみましょうか。雨が降ったから地面が濡れているってすると、これ丸、で言うと1つですよね。そうなるとこれ1文、1つの文だなっていうふうになると。でも実際はもともと2つの文があって、それがギュッと一緒になったという状態になっていると。で、この中で、一つの文なんだけども、中にはね、二つ入ってるようになってると。二つ文があるように見えると。メインの方どっちかっていうと、皆さんどっちだと思いますかね。これメインの方は、こっちですね。地面が濡れているという方がメインの文。そして、雨が降ったっていうこのなみなみ線、破線の方はですね、こちらがサブの文。これが原因とか理由を表すような文。で、このサブの文のことを従属説って言いますよと。で、メインの方を、メインなので主説って言いますよという区分がありました。で、その中で、さらに、従属説。従属説っていうのは、そいつがですね、独立してるか。ね。
こいつだけでやっていけるのか。主説に対して、お願い主説さんみたいな感じで依存してないかみたいな、そういう測る、ね、指標があるんですね。従属説っていうのが、こいつだけで独立度合いが高いかなっていうのとか、あと主説に対して依存してないかな、ね。主説さんなんかちょっとお願いしますよってね。してないかなっていうのを、依存度合いですね。依存度合いとか自由度合いっていうのを、なんていうかっていうと、従属度っていうんですね。従属説の従属度って言いますよと。で、これ前回の動画では、動詞、述語部分に注目しました。そちらの動画をね、ご覧いただければ一番早いんですけども、ボイスだとか、テンスだとか、アスペクトだとか、ね、そういう話をして、そういう文法要素が従属説の中にどれぐらい出せるかなっていうので、従属度っていうのを測る方法がありますよというふうにお伝えしました。で、他にもですね、いろいろな観点がありまして、今日はまた別の指標、視点ですね。従属度を測るときに、これを見ると、その文の従属説の従属度が少し分かってくるよというものをですね、皆さんにご紹介していこうと思います。で、その従属説を測るためのポイントとなるもの、今日お伝えするのがこちらです。主語と主題。この二つを見ながら、この二つを指標にしながら、従属度、どうなってるんだろうなっていうふうに見ていくっていうことをしています。で、主語、主題って言われたら、なんだろうというふうになってしまう。方もいらっしゃると思います。主語、聞き慣れたな言葉だなってなると思います。主題って言われるとね、ちょっと文法を勉強しないとわからないかなってなるんですけども、ここでは簡単にするために、主語って言われたら何の話してるかっていうと、がのことだと思っちゃってください。本当はこれあんまり良くない乱暴な話なんですけども、今日の話を簡単にするために、そこで迷ってほしくないので、主語っていうと、何々が、みたいな部分のことで。で、主題っていうと、何々はの部分、ね。はの部分だよっていうふうに考えちゃって大丈夫です。というように、この主語とか主題、がとかはっていうのが、従属説の中、こっちですね。メインの方じゃなくて、従属説の中でどういうふうに現れるのか。特にもうちょっと詳しく言うと、ポイントとなる言葉はこれです。従属説が個別の主語とか個別の主題を取れるかな、取れないかなっていうことを考えるのが、この従属度を測るために必要になってくるんですね。ここまで言われたらね、ちょっと個別のとかっていうのがちょっと分かりにくくなってくるので、具体例を見ていこうと思うんですけども、今回用意したのが3つの例文を用意しました。ここに高い、中くらいの中、低いというふうに3つ書いてあるんですけども、これはね、後ほど説明していこうと思います。まずこの文を皆さんご覧ください。古仙田が新聞を読みながらご飯を食べているという文があります。まずこの文の主説と従属説っていうのを分けてみましょうか。ご飯を食べているというのが、これが主説、メインの文ですね。主とでも書いていきましょうか。で、古仙田が新聞を読みながらって書いてる文。こっちの文が従属説というものになるわけなんですね。で、それで、じゃあ今これからですね、この従属説、こいつが従属度どうかなっていうことを見ていきます。で、今日の指標、何だったか皆さん覚えてますかね。さっきの話ですからね。ここに書いてるんですけども、主語とか主題、何々がとか、何々はっていうものに注目するっていうことを先ほどお話ししました。じゃあどうでしょうか。この中に何々がみたいなものありますかね。ここにありますね。古仙田が新聞読みながらご飯を食べているって時に、古仙田がのこのがの部分、これがありましたね。つまり、従属説の中にがが入っているよというふうになります。で、そこで、これ皆さん、
じゃあ、このががあるな。じゃあ、従属度ってどう考えたらいいんだろうってなった時に、実はこれ、この従属説の従属度、つまり主説に依存している度合いっていうのは非常に高いというふうに、文法の世界では考えます。どういうことかっていうと、そこでキーワードになるのがこれなんですね。個別の主語、つまり個別のが、簡単に言うと個別のが。従属説が独自の、従属説独自の、従属説の個別のがを持ってますかっていうふうに見るんですね。独自の個別のって言われたらちょっとわかんないと思うんですけども、こっちに注目します。主説の方をご覧ください。このご飯を食べている。皆さんが古仙田が新聞を読みながらご飯を食べているって言われたときに、じゃあ私が質問します。この文を読んだ後に、ご飯食べてるの誰ですかって聞かれたら、もちろん多くの方がこう答えると思います。もちろん新聞を読んでるのも古仙田だし、ご飯を食べてるのも古仙田でしょっていうふうになります。ですね。つまり、主説の主語、ご飯を食べるっていう文の主説の主語っていうのも古仙田がなわけなんですね。で、従属説の方も古仙田がを主語にしていると。じゃあ、この波線、破線の従属説、中に古仙田がってありますけども、この古仙田がっていうのは、従属説しか出してないオリジナルの独自の情報だと思いますかって言われたら、違いますねってなるんですよ。主説だって古仙田がなんですよね。主説だって古仙田がを使ってますよってなってる。つまりこの時点で、従属説と主説においては、主語が一致しているという状態になってないと変なんですよ。逆に一致させない状態を作ってみましょうか。ちょっと板書が込み入っちゃうんですけども、ここに違う人を出してみましょうか。古仙田が新聞を読みながら、西川がご飯を食べていると言ったら、違和感のある文になるんじゃないでしょうか。非常に違和感がありますよね。いや、古仙田が新聞を読みながら、西川がご飯を食べている。ちょっと言えなさそうだなっていうふうになると。つまり、従属説と主説の主語を別のものにする。つまり、従属説独自の古仙田っていう情報。主説独自の西川がっていう情報に分けて書くっていうことができないんですね。つまり、従属説は基本的にもう主説の主語に依存してるよ。ね。ここ一致させなくちゃダメですよっていうふうに、すごく窮屈な状態になってる。ね。この窮屈な状態になってることを従属度が高いっていうふうに言うんですね。これは今、がに注目しながら、主語に注目しながらやってきました。つまり、従属説が個別の主語を取ることができない。主説と必ず一致させなくちゃダメですよっていうことになっているのが、ここでの話ですね。どうでしょうか？大丈夫でしょうか？で、これだけ見るとね、ちょっと比較対象がないので分かりにくいんですけども、また別の文を見てみます。高い。次、中ですね。こんな文があります。古仙田が動画を撮ったら、西川が編集するという文があります。主説はこちらですね。西川が編集する。従属説はこちら。古仙田が動画を撮ったらというこっちの部分。で、じゃあこれで、またね、がとかはに注目すればいいんですけども、どうでしょうか？ありますかね？ありますね。二つありますね。古仙田がっていう部分と、西川がっていう部分があります。で、これ見たときに、従属説の方は、古仙田っていうのを主語にしてます。主説の方は、西川っていうのを主語にしてます。この時点でどうでしょうか？主説と従属説で別々の主語、古仙田だったりとか、西川だったりっていうふうに、いや、従属説は俺は古仙田を主語にするよっていう感じ。主説君にしてみると、いや、俺は西川を主語にするよっていうふうにできるんですね。つまりこれは、こういう文においては、個別の
主語を取れるよ。従属説が個別の主説とは違う主語を使えるよっていう、まあ自由度が高い状態になってる。つまり、そんなに主説に依存してない感じになってる。っていうのが、先ほどの従属度が高い状態。主語ね、必ず主説と一致させてねっていう状態よりは自由度が高い。つまり依存度がそんなに高くない。真ん中レベルっていうことで、まあ、従属度が中くらいのものっていうふうになると。どうでしょうか。まあ、こんな感じで、比較してみるとね、ちょっと分かってくるかなというふうに思うんですけども、まあ、もっと詳しいこと言うと、先ほど1個目の例文で使ったこのながらね、これながら説とかね、いうふうに言うこともあるんですけども、これは特に付帯状況というながらなんですけども、まあ、新聞を読むっていう付帯状況でくっつけてご飯を食べているっていうみたいにするっていう意味だと。こういうながら説っていうのは非常に付帯状況のながら説っていうのは従属度が高いものとして、まあ、検定試験にも出てくるものとして有名ですね。で、ここはたら説ね。まあ、順接条件のたらね。こういうたらを使っていたら、まあ割とね、別のたらの従属説の方は、主説とは違う、主語を使ってもいいよ。ちょっとこっちよりは自由だよっていう感じになってます。どうでしょうか。で、続きまして、3つ目。まあ、ここまで来るとね、流れ分かってくると思うんですけども、自由度が低い、つまり従属度が高いよっていうもの。割と自由になってきて、従属度が中くらいのもの。で、最後に、とっても自由ね。従属度が低いよっていうものを紹介していこうと思います。こんな文があります。小千田は仕事をサボるから西川は困っているという文があります。本当かどうかはわかりますね。嘘ですね。嘘だと信じたいですね。まず主説の方は西川は困っているという文です。で、従属説は小千田は仕事をサボるからという文があります。もちろんこれは、この、和はですね、がに変えてもいいんですけども、まあ、和とかががどこにあるかなっていうと、ここにありますね。和があると。で、ちょっとごめんなさい。話前後したんですけども、まあ、もちろんね、この和はね、がに変わったりすることもできるんですけども、今回この文では和にしておきました。先ほどずっと主語、がの話をしてきたんですけども、今回は和の話をしているので、まあ、和っていうとね、主題だというふうに考えて、基本的にまあ主題だというふうに考えてもらって大丈夫です。もちろん違う意味もあるんですけども、今日はね、主題ということで限定していきましょう。で、この文を見てみますと、これ従属度がね、非常に低いね。まあ、自由度が高いんですよ。見てみると、従属説の方では、古典だっていうのを主題にしてます。まあ、テーマだからちょっと大きい感じですよね。テーマにするみたいな感じ。で、主説の方は、西川に和がついているので、西川を主題にしている。西川がテーマだっていうふうに言ってるんですね。これですね、この状態は非常にこの従属説の従属度、つまり、依存している度合いっていうのが低いというふうに考えます。つまり自由なんですね。なんでかっていうと、この小千田は仕事をサボるからっていうこのから説というんですけど、から説の中には自分の主説では持たない、別に西川ではない小千田っていうのをテーマにしてもいいよっていう自由があるんですよ、こいつは。つまり、だんだんこれ従属度が低くなっていくんですけども、従属度がこの低いレベルになると、個別の、真ん中のやつはね、個別の主語が従属説で使えたんですけども、一番下まで行くと、個別の主題、主説とは違う主題を言ってもいいんですよっていう自由が許されてるんですね。つまり、従属度。属してる、主説に依存している度合いが低い、自由度が大きいっていうふうに言うことができると。で、例えば、真ん中の方をご覧いただきますと、ここに先ほどね、がありましたね。ここを和に書いてみましょうか。
例えば、古銭田は動画を撮ったらっていうふうにします。古銭田は動画を撮ったら。で、今回の文だと、古銭田は動画を撮ったら西川が編集するっていう文になっちゃうんですけども、これちょっと皆さん直感的にちょっと違和感があるなっていう文になると思います。例えば、古銭田は動画を撮ったら編集する。西川がっていうのを潰して、編集するだけにすると違和感ないですよね。で、そして、動画を撮るのも古銭田だし、編集するのも古銭田みたいな感じになると。つまり、真ん中の方でもちろんここにね、和を使うことはできるんですけども、ここに和を使っちゃうと、もう自動的に、その後の主節の方の主題、テーマっていうのも古銭田に固定されちゃうんですね。つまり、個別の和っていうのが持てないよ。ね、もちろん和は使えるんですけども、こっちと違うことは、別々の主節と直線と波線、波線の方で、全く別の和を持つことっていうのが難しいっていうのがこっちなんですね。同じに固定されちゃうよ。だから個別の主題はこっちは持てませんよっていう風になると。もちろんね、いろんな文があって、こねくり回すとね、そこなんか言えたりとかなんか、どうかなっていうね、だんだんこのゲシュタルト崩壊してくる感じになるんですけども、まあそれが一つの、指標になっているということですね。で、日本語教育ね、学習者の皆さんと一緒に勉強しているときに、どういうときにこれが役立つかっていうと、結構ですね、この、タラとか、トウとか、ナラとかっていう説、よく使うんですけども、これ使ったときに、この従属説の方に、和ってあんまり良くないんですよ。今言ったみたいに。ここで和を使ってこっちで違う人を主語にしているとかっていうのがあったりすると、ちょっと違和感が出てくるんですね。なので、そういうことによって、いわゆるちょっと不自然な文を作ってしまう。誤用というかね、学習者の方の、修正すべき点っていうのが、そこに原因があったりするということが結構あります。私もね、作文とか、添削したりすると、時々なんか、これ和じゃなくてがの方がいいな。なんでかっていうと、従属説とか従属動とかっていう言葉は使えませんけども、そのルールですね。こういうふうな時には、タラとかを使うとね、割とがの方がね、いいんだよということを、軽く説明したりとかね、することがありますよということです。そういうのがね、原因でね、なんかちょっと不自然だなっていう文が出来上がったりするので、皆さんもね、実際に教室の現場とかで教えるときにそういうことがあったら、もしかしたらそれが原因かもしれないということを考えてみてください。ということで、今日はですね、従属、副文の中の従属説の従属度という話をしました。で、従属度っていうのは簡単に言うと、従属説が主説に対してどれぐらい依存しているのかな、どれぐらい自由なのかなっていうことを表すのが従属度です。で、その従属度をどうやって測るのっていう時に指標にするのが、この主語とか主題っていうのが一つあります。前回の動画で話したのは、述語の中の、ボイス、アスペクト、テンスとか、そういう要素を指標にしたんですけども、今日は主語と主題を指標にしながら、従属度が高いもの、中くらいのもの、低いものっていうのを見ていきました。いろんなね、文をね、見てもっと例があるにはあるんですけども、今日は代表的なものをですね、3つ比べながら皆さんと一緒に勉強していきました。よかったら皆さんの勉強の糧にしてみてください。では本日の授業はここまでです。ありがとうございました。恥ずかしいんですけど、肥満ですよ、肥満。肥満が原因で、肥満がなんでと思うと思うんですけど、バイクってね、ヘルメット被るじゃないですか。被るじゃないですかって当たり前のことですけど、ヘルメットを被って、私のね、この、わがままボディという最近ね、大変ふくよかな体になってしまって、そして同時にほっぺたもふくよかになるわけですよ。で、ヘルメットをかぶるとね、ほっぺたのお肉が、圧迫して、私のね、顔をね、10分、20分、30分と、圧迫して蝕んでいくと、だんだん頭が痛くなってくるっていう仕組みだったわけですよ、これね。いや、ちょっとね、恥ずかしくて、ちょっと、公には言えないですよ。こんな、私がね、このバイク乗ってる間ずっと贅肉、アイアンクローをね、かまされてるなんていう事実はですね。はい。ということでしたので、皆さんもバイクに乗るときには気をつけてください。皆さん、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画いいと思ったら、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また明日の授業で会いましょう。